今回は奥多摩にある雲取山で女性の登山グループが登山中、1人が滑落。救助要請後も他の登山グループが相次いで滑落するという2006年に起きた奥多摩縦走連続滑落事故の解説です。当チャンネルでは山岳遭難、登攀中の事件事故を発信しています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。2006年、埼玉県山岳隊所属の中高年女性グループは10年以上の登山経験を持ち、経験豊富な A さんをリーダーとする3名で東京の奥多摩にある雲取山を目指す計画でした。登山計画、11月3日、日原から鷹巣山を経て雲取山までの縦走を行い、雲取山荘で1泊。11月4日、翌日、芋の木戸家から長沢山、天祖山を経て天祖神社の表参道である尾根を下り、八丁橋に向かい下山する比較的に余裕のある登山計画でした。事故発生、11月4日午後1時24分、切迫した声で女性から消防に入電。日原で仲間が転落し、頭などに重傷を負いました。通報者は滑落者の同行者 B さん。その電話を受け、直ちに山岳救助隊員が招集。午後1時35分、消防、救助隊員4名が緊急出動。日原駐在所に向かいます。到着すると、隊員が B さんから事情を聴取していました。滑落したのはリーダーの A さん。尾根の急斜面を下っている時に尾根の稜線で足がもつれ滑落。50メートル下方の落石防護網に挟まれた状態で倒れていました。すぐに同行者たちは A さんの元まで下山し救出。 A さんは頭や腕などに重傷を負っており、意識はあるものの動かすことができない状況だったという。状況を確認した救助隊は緊急走行で現場に急行し、午後2時35分、現場到着。 A さんは防寒シートで覆われ保護されていました。頭部は三角で止血されており、擦り傷だらけの顔で痛みと寒さを訴えていました。50メートル以上の距離を滑落していたため、頸椎の損傷も懸念され、一刻も早い病院搬送が必要でした。もうすぐ救急車が来るから頑張ってくださいと隊員が声をかけると、 A さんはかすかにうなずきました。救急車の到着を待つ間、全体の指揮を執っている隊員 D さんは救助隊に救助を任せ、 A さんが滑落した場所の詳細な確認のために登山道を登り始めました。急斜面に沿って設けられた尾根をたどります。狭い登山道がジグザグに続いており、下を見ると日原林道まで見通せ、高所恐怖症の人には足がすくむような場所でした。しばらく道を登り進むと、下山してくる何人かの中高年の登山者とすれ違います。隊員 D さんは彼らに道を譲り、あと少しで下に着きますが、急斜面ですので気を抜かないでくださいと声をかけました。この稜線から A さんが滑落したと推測されましたが、落ちた痕跡は見つかりませんでした。さらに上から男性1名女性2名のパーティーが降りてきました。男性が先頭を歩き、ダブルストックを使用している女性 S さんは少し遅れ気味でした。隊員 D さんは彼らに道を譲り、もう少しで下に着きますが、ここからは急な斜面になりますのでゆっくり気をつけて降りてください。気を抜かないでくださいねと念を押しました。登山では下山中に事故が多いというのは常識で、このような稜線では事故が起きやすいと隊員 D さんは感じていました。午後2時50分、下を行くパーティーから悲鳴に続いてガラガラと大きな落石の音が響きました。隊員 D さんは急いで下ると、そこには取り乱した男性と女性がいました。どうした？落ちたのか？ D さんは瞬時に状況を判断しました。下の方からはまだ落石の音が聞こえており、この真下の林道には A さんがまだ横たわっているかもしれませんし、多くの救助隊員もいるはずです。 D さんは残った2人にゆっくり慎重に降りてきてくださいと言い残し、
急な登山道を走るようにしておりました。日原林道に到着すると、すでに消防の救助隊も到着しており、落石の対策をしていました。隊員 D さんは急いで A さんのいる場所へ向かい、救助隊員から大きな落石があったが、幸い人的被害はないとの報告を受けます。隊員 D さんはすぐにもう一人滑落したことを伝え、救助隊員に指示を出します。 A さんが担架で運ばれる一方で、隊員 D さんは数名の隊員を連れて再び登山道を駆け上がりました。同行の2人は無事降りたと思われ、現場にはいませんでした。 D さんたちは滑落現場を特定し、安全確保のため太い木を支点に 50M のロープを設置。その後ハーネスを装着して滑落した S さんの救助に向かいました。彼女の安全を祈りながら迅速に振り始めます。まだ下には大勢の隊員がいる。落石の危険があるのでゆっくりと下降していきます。途中ストックやタオルなどが散乱しており、10メートルも降りると傾斜はさらに強くなりました。どこかに引っかかって無事でいることを願いつつ捜索を続けますが、 S さんの姿は見つかりません。さらに下降すると落石防護網の上部に人影が見えました。隊員 D さんは大声で呼びかけましたが、返事はなく動きもありません。 S さんの四肢は不自然な方向に向いており、ピクリとも動きません。手首の脈を確認すると冷たく脈も感じられません。さっき気をつけて降りるって言っていたのに。静かで動かない女性の姿を見て愕然としました。10メートル下の林道では救助隊員に危険な状況を伝えました。救助隊員たちは一刻も早く病院に運ぶために救助作業に入ります。救助隊は S さんを担架に固定し、地上へ安全に下ろす準備を行いました。地上で他の隊員が誘導し、上からロープを操作して速度を調整しながら、担架がネットに引っかからないよう細心の注意を払いました。そして無事に S さんを地面に着地させ、無事に林道に下ろすことができました。隊員たちが地道に戻ると同時に救助ヘリが到着。重傷を負った滑落者たちを乗せ、ヘリは飛び去りました。その後下山登山口では滑落者 S さんの同行者である男女が待っていました。あんなに注意していただいたのに申し訳ありません。と頭を下げ、隊員 D さんは残念ですがちょっと厳しい状況です。と伝えます。不幸にも S さんが滑落したのは A さんが事故に遭ったのと同じ場所でした。今回の2件の事故に共通することは、2人とも登山経験豊富な中高年の女性であり、2日間にわたる縦走ルートは初日には急登を含む過酷なルートを登り、2日目もアップダウンが激しい距離、特に最後の30分の急な下りは疲労が蓄積している中での過酷な状況でした。この厳しい条件下で滑落の要因の一つとして、彼女たちがダブルストックを使用していた点が注目されました。ダブルストックは上りでの支援には役立つものの、下りではバランスを崩しやすく、疲労が蓄積している時や急な斜面や不安定な地形ではリスクを高める可能性があります。そのため緊急時には両手を自由に使える方が安全になるかもしれません。急な下りのダブルストックの使用については賛否が分かれるとは思いますが、救助に当たった隊員はあまり推奨できないと述べています。 D さんたちは奥多摩交番に戻り、刑事課からの電話で S さんの死亡が確認されたことを知らされました。 A さんも即手術が行われ、状況は厳しいものでした。この事故は山の自然の厳しさと危険を改めて思い知らされる事案となりました。経験豊富な登山者でも予期せぬ事態に遭遇することがあります。山に入る際は最新の天候情報を確認し、装備や体調の準備を万全にし、安全第一を心がけましょう。特に急な斜面や危険な箇所では慎重な行動が必要です。山の美しさを楽しむためにも最大限の注意と準備を怠らないようにしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。
今回は奥多摩重曹連続滑落事故についてご紹介させていただきました。当チャンネルでは山岳遭難盗犯中の事件事故を発信しています。このチャンネルは過去の事例を知ることで今後の事故防止に役立てていただくことを目的として動画を作成しております。事故の関係者を冒涜するなどの意図はございません。また著作権肖像権の侵害を目的としているチャンネルではありません。ご視聴いただきありがとうございました。